はい、こんにちは、あずさうさぎです。前回の動画でルームツアーでキッチンちょっと紹介したんですけど、もうキッチン結構こだわりが詰まってて、いろいろ見せたいところがあるので、今日は詳しく見ていこうかなと思います。ここがタイル、結構細かいタイルになってるんですけど、タイルにピンクに私の好きな白い取っ手もすごい目が細かくてなかなか掃除が大変なんですけど、やっぱりねタイルが可愛い。もう頑張って掃除するしかないなと思ってこれにしました。タイルにピンク、この組み合わせがすっごい可愛い。でこの白い取っ手も合わさって、これ結構音するんですよ。で結構ぶつかっては食器が欠けちゃったりもするから、機能で言うとあんまりおすすめはしないかな。でもねやっぱり可愛さですね。このね水栓もね可愛いんですよ。すっごく可愛いの。ただこれもなんか海外のメーカーなのかな。やっぱりデザイン重視で、ここにかざすと出るやつとか、なんかこういうタッチで出るやつとかがあって、やっぱりそういう方が使いやすいには使いやすいと思う。でもやっぱりこの可愛さが捨てがたくてこれにしたんですよ。見た目を重視するとやっぱり不便なところもある。可愛くなかったら頑張れないんですよ。もう人生何でもそう。可愛いってやっぱりそのビジュアルだけじゃないんですよ。そのなんて言うんだろうな、考え方というか、可愛い可能愛いいじゃないですか。愛せるものってことなんですよ。私はやっぱりその人生でも物でも何でもこの愛せるっていうことが大事だと思ってて、その可愛いピンクだから可愛いとかそういうのもあるんだけど、もう自分が愛を持って関われるもの、それが一番大事と思っていますでこのシンクがね、これちょっと変わってて2層式なんですよ。コーラーっていうメーカーなんですけどね。でね、こっちで洗って、なんか人によってはここでお野菜を洗ったりする人もいるみたいなんですけど、うちはこっちを水切りかごにしてて、ちょっと見えるかな、ここにも排水口がついてるので、ここでもう置いたらそのまま水が切れるようになってて、これすっごい便利です。ここに水切りかごを置かなくて済むんですよ。それが本当に楽。放浪なのでここに直接食器を置くと割れやすいんですよ。なんでこれがついてて、これでクッションというか代わりになってて割れづらくなってます。こんな感じに。でこれ無印のラックとか100均のカゴを使いながら、ゴミ袋、ざる、ボール、朝顔のなんていうんだ、支柱今朝顔の支柱のことを子供たちシチューって言うんですよ。私の時代はシチューって言ってたのに、シチューって食べる方のと思って、でも子供たちみんなシチューって言ってて、なんか今はそういうみたいです脱線しました、すいません。ここに手拭くために山崎実業のタオルホルダーつけてます。タオルバーだとこの長いタオルかけなきゃいけないじゃないですか。洗うのがめんどくさいで、清潔な方がいいから、このちっちゃいタオルをここにただこうやってギュッて突っ込むだけなので、これすごい楽ちんで便利です。でここが引き出し、いろいろ小物とか入れる。うちはね三角コーナーがないんですよ。でこれも山崎実業ので、これにこの生ゴミが匂わない袋、これをかけてこんな感じで、1日分溜まったらまとめてポイにしてます。でね、これねラップがちょうどこの大きさなんで、この長いラップ、ここにブックエンドをくっつけてて、ステでくっつけてるだけなんですけど、これがね向こうに行っちゃわないようにして、この下は粉もん、米粉、白玉粉、片栗粉。うちね次男が
小麦のアレルギーなんであんまり小麦粉使わないんですよ。でその代わり米粉をよく使うので米粉はストックしてます。これとかもお米のミックス粉だ。ただね、作ってもあんまり食べないですけどね。まあでも作んないで食べられなかったと子供に思わせるよりは、作って食べない方がまだマシかなと思って、自分の精神衛生的に一応作ってる。これちょっとミスったんですよね。ここがIH で、ここがラジアントヒーターっていう直接熱くなるやつなんですよ。結構温まるのも遅いし、なんか電気代もかかるみたいで、直接熱が出るから。普通に3口のやつにすればよかったと思って、これがね、キッチンで唯一ぐらい後悔してる。でこの下は扉。ちょっとね、ここの引き出しの端っこが低すぎて、私これ立ったままここ開けたくて、なんかないかなと思って自分でこのネットをこの結束バンドでくっつけたんですよ。これがないとちょっと倒れてきちゃったりとかもするんで、これね結構こうしました。これストーブだけ可愛いからここに置いてます。タイルともう全く一緒の色だから、これは可愛いと思って、これうちのためにある鍋だと思って、それでだからこれは出しておきたくて、見えるところにテンションも上がるし、でそれすっごい使ってます。これ煮物するのに最高。肉じゃが超美味しくできる。かぼちゃも超美味しくできる。次男がアレルギーがあるんで、これちょっと取っちゃったんですけど、これコンソメね、表示のあるものを一緒に置いとかないと、この成分が分かんなくなっちゃうんですよ。でこれ小麦と乳これ入ってるんで、次男は使えないんですよ。そのためにこの間違えてフィルム剥がしちゃったやつの後ろに一応これを置いて、ご使用防止で。でもさっきからアレルギーの話ばっかりであれなんですけど、子供がそのアレルギーの慣れさせるっていうか、治療の一環で本当に 1g とか 0. 何 g とかの卵を毎日食べるっていうことをすると、そのちょっとずつアレルギーが良くなっていくっていう治療があって、ゆで卵を毎日作んなきゃいけないんですよ。そうするとどうにか楽にゆで卵を作る方法はないかなっていうので、これ見つけたんですけど、エッグスチーマー、この針で最初に卵にプチって穴を開けるんですよ。でここにお水を入れて卵を置いて、これでスイッチを押すと5分から10分ぐらいで、そのお水入れる量で硬さが変わる。半熟ならもう本当に5分ぐらい、片茹ででも20分かかんないですね。なんで鍋より全然早いし、すんごい便利。このお玉もね、なんかこの赤とかで揃えたいんだけど、またね、次男の食事をやるときに、例えばこっちは乳が入ってる、こっちが乳が入ってないってなった時に、お玉で間違っちゃうことがある。これは必ず色を分けて使ってて、これ大人というか、アレルギーない人が食べるやつはこっち、アレルギーある人はこっちって分けておかないと、間違っちゃうとそれでもう本当に死につながっちゃうんで、それで色を分けて、同じだと分かんなくなっちゃうから。はい、でこっちがキッチンの後ろ側のカップボードっていうのかな。でこの中は普通のいろいろ、うちなんか子供のお友達が来ることがすごい多くて、この IKEA のこのシリーズ、これコップ6個セットで199円とかなんですよ。ですごいもう重宝して、これ1個にまとめておけば、お友達が来る時にこれ出してそのまま持っていけば子供にやってもらえるんで、これなんだと思います？これね、うち夫が下の階で仕事してるんですよ。で私がご飯だよとか呼んだり、なんかちょっと来てほしい時とか手伝ってほしい時とか、全然呼んでも聞こえないし、あと下でオンラインとかしてたらご飯だよって呼んだ時にオンラインしてたら迷惑だから、これをチンチンって鳴らすと夫が上がってくるっていうシステムにしてるの。セリアで買った色が合ってるでしょ。でね、ここもねちょっとうちの秘密があって、ここ実はこれを開けると炊飯器があるんです。
そうなんでかっていうと、このうちキッチンのこの幅がそんなに広くないんですね。炊飯器ってよくこうやって出てくるじゃないですか。ここで出られちゃうと調理中にここ通れないんで、ここでこのまま炊飯して、であとここの下はお米、余ったお米はこれに入れて冷凍で、ここで全部やっちゃうっていう、こういうところってつい置いちゃいません？置いちゃうから、なんかここがあることによって余白が生まれるんですよ。じゃないと私これ全部置いちゃうからね、ちょっと良かったなって思ってます。すごい夫がアンチョビ買いまくって、アンチョビにちょっと侵略されてるんですけど、こっちはなんならツナシーチキン入れ、すごいですよ、ほら6636本お米2合にこのシーチキンと藤子を1個ずつもう全部入れちゃって、水入れて炊飯するとすっごい美味しい炊き込みご飯ができますでそれを冷凍しといて、子供の朝ごはんとかにするともう最高キッチンを紹介しました。まあいろんな意見があると思うんですけど、なんかこういうのどうなのとか質問とかありましたら、よかったらコメント欄に書き込んでください。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録と、高評価をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。